30永遠の愛。思い切って私はここに懺悔しますが、辺りに神さんたちの目が見張っていないと感づいた時に、私の心が急にムラムラとあらぬ方向へ引きずられていったことは事実でございます。久しぶりで巡り合った夫婦だもの、せめて手の先ぐらいは触れてみもいたい。私の胸はそうした考えでいっぱいに張り詰められてしまいました。物語夫の方でも上辺はしきりにこらえておりながら、頭の中はやはりありし昔の幻影で満ち満ちているのがよくわかるのでした。とうとうこらえきれなくなって、私はいつしか切り株から離れ、あたかも磁石に惹かれる鉄切れのように、一歩夫の方へと近づいたのでございます。が、その瞬間、私は急に立ち止まってしまいました。それは今まではっきりと目に映っていた夫の姿が、急にスーッと消えかかったのに驚かされたからでございます。この目がどうかしたのかしら。そう思って一歩退いて見直しますと、夫はやはり元の通りはっきりした姿で、切り株に腰掛けているのです。が、再び一歩前へ進むと、またもやすぐに朦朧と消えかかる。二度、三度、五度、幾度繰り返しても同じことなのです。いよいよダメと悟った時に、私は我を忘れてその場に泣き伏してしまいました。どうじゃ、少しは悟れたであろうが。私の肩に手をかけて、そう言われるものがあるので、びっくりして涙の顔を上げて振り返ってみますと、いつの間に戻られたやら、それは私の指導役のおじいさんなのでした。私はその時穴があったら入りたいように感じました。最初から申し聞かせた通り、一度会ったくらいですぐ後戻りする修行はまだ本物とは言われない。と、おじいさんは私たち夫婦に向かって順々と説き聞かせてくださるのでした。そちたちには姿はあれど、しかしそれは元の肉体とはまるっきり違ったものじゃ。強いて手と手を触れてみたところで、何やらカサカサとしたちょうど張り子細工のような感じがするばかり。そこに現世で味わったようなうまみも面白みもあったものではない。なおそちはさっき夫の後についていって昔ながらの夫婦生活でも営みたいように思ったであろうが、いや、隠してもダメじゃ。神の眼はどんなことでも見抜いているから。しかしそんな考えは早く捨てねばならぬ。もともと二人の住むべき境界が違っているのであるから。無理にそうした真似をしても、それはちょうど鳥と魚とが一緒に住まおうとするようなもので、ただお互いに苦しみを増すばかりじゃ。そちたちはやはり離れて住むに限る。が、わしがこう申すのは、決して夫婦間の清い愛情までも捨てよというのではないから。その点は取り違いをせぬように。陰陽の結びは宇宙万有の切っても切れぬ尊い実り。いかに高い神々とてもこの約束からは免れない。ただその愛情はどこまでも清められてゆかねばならぬ。現世の夫婦なら愛と欲との二筋で結ばれるのもやむを得ぬが、一旦肉体を離れた上は、すっかり欲からは離れてしまわねばならぬ。そちたちは今まさにその修行の真っ最中。少しくらいのことは多めに見逃してもやるが、あまりにそれに走ったが最後。結局、誘拐の落語者として、亡者扱いを受け、幾百年幾千年の逆戻りをせねばならぬ。わしたちが受け持っている以上、そちたちに断じてそんな見苦しい真似はさせられぬ。これからそちたちはどこまでも愛し合ってくれ。が、そちたちはどこまでも清い関係を続けてくれ。それからしばらくの後、
私たちはまるで生まれ変わったような、世にも嬉しい、朗らかな気分になって、右と左とにたもとを分かったことでございました。ついでながら、私と私の生前の夫との関係は、今もなお依然として続いており、しかもそれはこのまま永遠に残るのではないかと思われます。が、無論それが互いに許し合った玉と玉との清き関係であることは、改めて申し上げるまでもないと存じます。